ようこそコツアス鉄道チャンネルへ。東京23区内は様々な鉄道会社の路線がクモの巣のように張り巡らされております。そのため、たとえ公式の乗り換え駅ではなくても、駅と駅との距離が近くて歩いて移動できる駅がかなりの数あるのです。そういった駅も活用することによって、正式な乗り換えルートよりも効率よく乗り換えられる場合もあるため、こういった情報はとても重要な情報となります。ところで当チャンネルにおいては、以前東京都区内の非公式だけど便利な乗り換え駅を紹介しましたが、実はまだまだ便利な乗り換え駅はたくさんあります。そこで紹介した駅についてはこちらを見ていただくとして、この他にはどのような乗り換え駅があるのでしょうか。そこで今回の動画では、東京都区内の非公式だけど便利な乗り換え駅について、さらに追加で8種類ほど紹介した上で簡単に説明していきます。なお動画内で紹介する乗り換え方法は、基本的に各鉄道会社では非公式扱いとなります。そのため運賃計算がそれぞれの乗り換え駅ごとに区切られ、比較的高額な計算がされることがあるだけでなく、特殊な手続きが必要になる場合もあることご了承ください。それでは本編へどうぞ。有楽町駅と銀座駅。有楽町駅は JR 山手線、京浜東北線と東京メトロ有楽町線の駅で、銀座駅は東京メトロ銀座線、丸ノ内線、日比谷線の駅です。この2駅は直線距離で400メートルほど離れており、この間は一番離れている東京メトロ有楽町線の有楽町駅から東京メトロ銀座線の銀座駅までの間にて、東京高速道路の高架下や銀座ナインなどを通るルートにて、人混みや信号も考慮しておよそ徒歩10分程度かかります。東京メトロ有楽町線の有楽町駅の D8 出口を出て、JR の高架とは反対方向へ歩くと京京線の高架があります。京京線の高架下を抜けて都道405号を京京線の高架に沿って、品川方面へしばらく歩いていくと、都道304号線との交差点に出てきます。その交差点を銀座、築地方面へ曲がって、国道15号との交差点まで進むと有名な銀座和光の建物が見えてきます。この銀座和光の建物が銀座線銀座駅の目印になっていて、建物前にある A9、A10 出口を降りるとすぐに改札口で便利です。しかし、雨天時は地下通路経由がおすすめです。JR 有楽町駅の近くには銀座駅へ向かう地下通路があり、この通路は東京メトロ各線の銀座駅までは地下通路でつながっていて、天気の悪い日などは快適に銀座駅へ移動できます。また京京線の高架下は商業施設になっていて通り抜けできるため、これらの商業施設を通り抜けるのもおすすめです。そんな有楽町駅と銀座駅との乗り換えですが、実はあまり乗り換えには向いていません。東京メトロ、JR 各線との公式な乗り換え駅が近くに多数あり、例えば東京メトロ有楽町線の場合であれば、隣の銀座一丁目駅にて一度地上に出る必要があるものの、日比谷線、丸ノ内線、銀座線の銀座駅と公式乗り換え駅に指定されています。また有楽町駅と正式な乗り換え駅として指定されているのは日比谷駅で、ここでは日比谷線、千代田線、都営地下鉄三田線に乗り換えができます。そのため有楽町線の有楽町駅から銀座線、丸ノ内線、日比谷線へ銀座駅で乗り換えるのは運賃が割高になってしまいます。JR 線との乗り換えにおいても丸ノ内線であれば東京駅、日比谷線であればここから銀座駅ではなく日比谷駅に出る以外にも、秋葉原駅や恵比寿駅、上野駅などで乗り換えできます。銀座線も周辺にある神田駅や新橋駅が公式乗り換え駅として案内されており、どちらも有楽町駅と銀座駅との乗り換えよりも楽にできます。そのためこの乗り換え手法はどちらかというと、JR 線から銀座に訪れたい人向けの移動方法となります。蒲田駅と京急蒲田駅。蒲田駅は JR 京浜東北線と東急池上線、東急多摩川線の駅で、京急蒲田駅は京急線が乗り入れる駅です。両駅は800メートルほど離れていて、徒歩で10分から15分ほどかかります。
蒲田駅東口から京急蒲田駅西口までの間には複数の商店街が広がっております。しかしこの辺りは道が入り組んでいるため、慣れていないと最短距離になるルートでの移動はおすすめできません。では一番わかりやすい乗り換え方法は何でしょうか？蒲田駅東口を出てバス停が並ぶ道を道なりに進み、しばらく進むと京急の高架が見えてくるので、高架の手前にある京急蒲田駅西口交差点を右折します。そこを進むと京急蒲田駅西口のロータリーに着きます。ところで蒲田駅と京急蒲田駅の間には都道11号という交通量が比較的多い道が通っています。このルートの場合は都道11号などを渡るためにどこかで最低1回は信号を渡る必要があるため、信号待ちで所要時間が変わることがあります。これは商店街を突っ切るルートでも同じであり、信号の横断の必要性は抑えておくべきポイントです。そんな蒲田駅と京急蒲田駅との乗り換えですが、 JR と京急との間での乗り換えをする場合での利用は基本的に非推奨で、基本的に東急多摩川線、池上線と京急の乗り換えで使用するべきです。 JR と京急の乗り換えについてはここを使うのではなく、品川駅もしくは川崎駅、京急川崎駅で行う方がよく、ここでの乗り換えだと JR 京浜東北線としか乗り換えできませんが、川崎駅、京急川崎駅での乗り換えや品川駅での乗り換えであれば他の JR 線と乗り換えも可能であるためです。品川駅では京浜東北線の他に山手線、横須賀線、東海道線と乗り換えが可能。さらに上野東京ラインを介して直通してくる宇都宮線、高崎線、常磐線の列車や横須賀線を介して直通する総武快速線の電車にも乗り換え可能です。一方の川崎駅では南武線の電車と東海道線および上野東京ラインを介して直通してくる宇都宮線、高崎線の列車と乗り換えができます。京急川崎駅では大師線の電車とも乗り換えが可能です。乗り換えにかかる時間も蒲田駅、京急蒲田駅で乗り換える場合よりも川崎駅と京急川崎駅で乗り換える方が短く、さらに品川駅で乗り換える方がより短いです。そのため JR と京急を乗り換えるのに蒲田駅と京急蒲田駅を使うケースは少ないです。対して東急多摩川線、池上線と京急の乗り換えは蒲田駅と京急蒲田駅で乗り換えるのが最短ルートです。例えば東急池上線の雪ヶ谷大塚駅から京急空港線の羽田空港第3ターミナル駅までの最短ルートを検索すると、蒲田駅と京急蒲田駅で乗り換えるルートが案内されます。駅間をそれほど歩かずに乗り換えられる駅で乗り換えようとするとかなりの遠回りになってしまうため、蒲田駅と京急蒲田駅を15分程度歩いた方が時短になります。さてそんな蒲田駅と京急蒲田駅の乗り換えですが、将来的に鉄道で結ばれるかもしれません。羽田空港への新しいアクセスルート確保と大田区内の東西移動の利便性向上を狙って大田区を中心に蒲蒲線というプロジェクトが動いています。東急多摩川線矢口の渡駅から蒲田駅と京急蒲田駅付近の地下を経由し、京急空港線大鳥居駅までを結ぶ高層路線が蒲蒲線となっております。2022年に蒲蒲線整備に向けて大田区と東急は第三セクター設立の協定を結びました。この時羽田エアポートライン株式会社が設立され、計画実現に向けて動き出しております。蒲蒲線は2030年代後半の開業を目指しており、開業すると今までのように東急多摩川線、池上線と京急線を乗り換えるとき、蒲田駅と京急蒲田駅の間を歩く必要がなくなります。雑司ヶ谷駅と目白駅。雑司ヶ谷駅は東京メトロ副都心線の駅で、目白駅は JR 山手線の駅です。目白駅がある区間は山手線の電車以外にも山手貨物線を活用して埼京線や湘南新宿ラインの列車も運転されていますが、山手貨物線にホームが設置されていないため、それらの列車はすべて目白駅を通過します。山手線の駅は他の路線へ乗り換えできる駅が多く、
万が一山手線が止まってしまったとしても他の路線を利用することで影響を最小限にできます。しかし目白駅は公式な乗り換え路線がない山手線内で珍しい駅で、山手線が止まってしまうと目白駅周辺は陸の孤島になりかねません。そういった状態にならないようにしてくれる存在が東京メトロ副都心線の雑司ヶ谷駅です。雑司ヶ谷駅と目白駅は800メートルほど離れています。雑司ヶ谷駅の3番出口を出てすぐの信号を反対側に渡り、道なりに西へ向かうと学習院大学が見えてきますが、学習院大学の敷地の北側をそのまま進むと徒歩10分程度で京上駅舎の目白駅に着きます。ところで東京メトロ副都心線についてですが、渋谷、池袋間は山手線から少し離れたところを並行するように走っています。山手線と副都心線の乗り換えは池袋と渋谷でできるため、通常時に使う機会は少ないかもしれませんが、山手線が止まってしまった時や逆に副都心線が止まってしまった時に、すごく活躍する非公式の乗り換え駅だと言えます。大山駅と板橋区役所前駅。大山駅は東武東上線の駅で、板橋区役所前駅は都営三田線の駅です。どちらも板橋区内にある駅となっていますが、実はこの2路線は過去に直通計画があったものの破棄された過去がある、直通について曰く付きの路線となっております。それがゆえなのかどうかは知りませんが、東武東上線と都営三田線の間において、直接乗り換えできる公式の乗り換え駅はありません。そのため公式乗り換え駅だけで移動する場合、他の路線を経由するしかありません。例えば池袋まで出てから山手線に乗り換えて、都営三田線と接続している巣鴨や目黒まで乗って乗り換えたり、池袋から東京メトロ丸の内線に乗り換えて後楽園駅まで乗り、春日駅で都営三田線に乗り換えたり、和光市駅や池袋駅で有楽町線に乗り換えて、有楽町駅と日比谷駅で乗り換えたりなどのルートが考えられます。しかしこれらの乗り換え方法を利用する場合、必ず乗り換えが2回発生してしまうため少し面倒です。そこでこの面倒を解決できるのが大山駅と板橋区役所前駅を使った乗り換えなのです。大山駅と板橋区役所前駅は800メートルほど離れていて、徒歩で10分程度かかります。ルートとしては大山駅の南口から出るルートと大山駅の北口から出るルートの2つがありますが、今回は一番大きな南口を使うルートを使用します。大山駅南口を出た後すぐの踏切を渡って道に沿って東へ進みます。両側に商店が並ぶ道に沿って進むと山手通りに出るので、山手通りを反対側に渡って北方向へ道なりに進み、しばらく進むと見えてくる板橋区役所が目印です。板橋区役所の北側にエレベーターのある A3 出口、東側にエレベーターのない A2 出口があります。わずかの差ですが A2 出口よりも A3 出口の方が大山駅から近いため、大山駅と板橋区役所前駅で乗り換える際は A3 出口を使うことになります。なお東上線では各駅に停車する各駅停車の他に、一部の駅にしか停車しない準急、急行、快速急行、川越特急、TJ ライナーなど速達種別の運行も行われているのですが、大山駅についてはそれらの速達種別は一切停車せず、各駅停車のみの停車となっております。それでも各駅停車は日中であっても基本的に1時間あたり8本ペースと、比較的多めの本数で運転されているため、大山駅と板橋区役所前駅を使った東武東上線と都営三田線との乗り換えは利便性がかなり高いということができるでしょう。新橋駅と汐留駅。新橋駅は JR の各線の他に東京メトロ銀座線、都営浅草線、ゆりかもめが乗り入れる駅で、汐留駅は都営大江戸線とゆりかもめが乗り入れる駅です。この2つの駅は300メートルから400メートルほど離れていて、徒歩で移動できる距離しか離れていません。JR 新橋駅から汐留駅まで向かう場合、新橋駅汐留口を出てゆりかもめの高架に沿って歩いていくだけです。
途中東京 BRT の乗り場や汐留塩サイトエリアを経由し、信号待ちのロスなども考慮して徒歩10分程度です。なお東京 BRT は2020年に試験運行を開始した東京都心と臨海副都心を円滑にバスで結ぶ路線で、虎ノ門ヒルズ及び新橋から勝どき、晴海、豊洲を経て東京テレポートまでを結ぶ幹線ルートを中心に、晴海や選手村などへ向かう複数のルートが運転されています。汐留塩サイトは旧国鉄汐留貨物駅の跡地、約31ヘクタールの土地を再開発によって整備したエリアのことで、日本テレビの本社機能、スタジオ機能を持つ日本テレビタワーや、電通やパナソニックの本社などがあります。ゆりかもめはそういった高層ビル群を縫うように、新橋から汐留を通りレインボーブリッジを通って豊洲まで結ぶ路線です。また地下鉄同士の乗り換えは新橋駅と汐留駅で行うよりも、近くの公式にアナウンスされている乗り換え駅で乗り換えをした方が、スムーズに乗り換えられるだけではなく、投資で運賃計算されるため割高になることもありません。例えば都営大江戸線と都営浅草線を乗り換えるのであれば、1駅隣の大門駅が公式の乗り換え駅となっているため、新橋駅と汐留駅で乗り換えるルートとはなり得ません。大門駅は浜松町駅と接続しているため、JR 山手線、京浜東北線の正式な乗り換え駅と扱われていて、同様にこの乗り換え手法は非推奨となります。この乗り換え手法が使える乗り継ぎですが、正式な乗り換え駅がない都営大江戸線と JR 東海道線と横須賀線、および横須賀線に乗り入れてくる総武快速線、上野東京ライン経由で東海道線に乗り入れてくる宇都宮線、高崎線、常磐線との間の乗り換えに使える方法です。これらの JR 各線と都営大江戸線を乗り換えるルートとして、新橋駅でゆりかもめに乗り換えて汐留駅まで行って、汐留駅で都営大江戸線に乗り換えるルートや、新橋駅で都営浅草線、品川駅で京急線の都営浅草線直通電車、もしくは山手線か京浜東北線に乗り換えて、大門駅もしくは浜松町駅で乗り換えるルートがあります。このほか総武快速線側からの場合、錦糸町で各駅停車に乗り換え、両国駅で都営大江戸線に乗り換える方法もあります。しかしこれらの乗り換え方法は2回乗り換えを行うため、乗り換えの手間が増えるというデメリットがあります。さらに都営大江戸線は1991年に開業して2000年に全通した東京の地下鉄の中では比較的新しい路線です。それゆえ既存の路線を避けるような形で建設されたため、比較的深いところを走っています。特に比較的高いところを走るゆりかもめ経由で乗り換えると、上り下りがかなり増えて大変になるため、新橋駅と汐留駅の間を歩いた方が乗り換えが少し楽になるだけではなく、運賃の節約にもつながるということになるのです。JR 東海道線、横須賀線と都営大江戸線との乗り換えについて、運賃を抑えて楽にしたいという人におすすめの乗り換え方法です。門前仲町駅と越中島駅。門前仲町駅は都営大江戸線と東京メトロ東西線の駅で、越中島駅は JR 京葉線の駅です。両駅は直線距離で500メートルほど離れていて、徒歩で8分程度の距離です。門前仲町駅の出口案内にも記載されていますが、越中島駅への乗り換えは4番出口を使うと便利です。門前仲町駅の4番出口を出て右に曲がり、都道463号線を道なりに月島、勝どき方面へと進みます。しばらく歩くと晴海運河を渡る相生橋の手前に、歩道橋付きの交差点があります。その交差点を左折すると、すぐに越中島駅の1番出口が見えてきます。ところで京葉線と東西線の乗り換えですが、東京駅と大手町駅の間でもできます。しかし京葉線の東京駅のホームは東京駅と有楽町駅の間ぐらいにあり、約 1km ほど離れていて乗り換えに15分程度かかります。一方で門前仲町駅と越中島駅の間の移動にかかる時間は8分程度。このルートの乗り換えは時間の短縮になるというメリットがあります。
また都営大江戸線と京葉線の間の乗り換え駅はなく、八丁堀駅で日比谷線に乗り継いで中御徒町駅に出て、そこで都営大江戸線上野広小路駅に乗り継ぐルートや、東京駅で山手線や京浜東北線に乗り継いで御徒町駅から上野広小路駅に乗り継ぐルートや、浜松町駅で大門駅に乗り継ぐルートなどが考えられます。新木場駅で東京メトロ有楽町線に乗り継いだ後、月島駅や飯田橋駅で乗り継ぐルートもあるでしょう。一方でこのルートを使用する場合、他の路線を介して都営大江戸線に乗り継ぐ必要がなくなります。しかしこの乗り換えにはデメリットもあります。越中島駅は各駅停車しか停車しない駅で、快速電車や特急列車は全て通過してしまうことです。理由はもちろん東京23区内の JR 線の駅では一番少なく、京葉線内でも二俣新町駅に次いで少なくなっている、あまりにも少なすぎて悲惨となっている利用者数。京葉線の各駅停車は日中1時間に4本しかなく、越中島駅には1時間に3本武蔵野線からの電車も停車しますが、この影響により停車列車の間隔が不定となってしまい、昼間でも15分弱電車が来ない時間帯が存在します。一方で八丁堀駅は快速電車も停車しますし、始発の東京駅は文字通り特急列車も停車します。なので京葉線で特急列車や快速電車を使って移動していると、快速電車の場合は新木場までに各駅停車へ、特急列車の場合は蘇我加海浜幕張までに乗り継ぐ必要があり、この乗り換え手法が使いにくいのがネックとなってしまいます。六本木駅と乃木坂駅。六本木駅は都営大江戸線と東京メトロ日比谷線の駅で、乃木坂駅は東京メトロ千代田線の駅です。両駅は500メートルほど離れていて、入り口から入り口までの間で6分程度かかる距離です。駅間の移動は非常にシンプルで、六本木駅の7番出口を出て都道319号線、外苑東通りを神宮外苑方面へ道なりに進むだけです。一番最初の信号で道路の反対側に渡り、まっすぐ進むと乃木坂駅の3番出口が見えてきます。このエリアは勾配が多いエリアになっていますが、両駅間を結ぶルートの道は気にならないくらいの勾配のため、この乗り換えの際に坂を登る心配はありません。ところでこの六本木駅と乃木坂駅の乗り換えについてですが、日比谷線と千代田線の乗り換えではなく、都営大江戸線と千代田線の乗り換えに有効なルートです。日比谷線と千代田線の正規な乗り換え駅は日比谷駅と霞ヶ関駅があり、これらの駅は六本木駅からさほど離れていない距離にあります。そのため日比谷線の六本木駅と千代田線の乃木坂駅で乗り換えるのは、運賃計算が区切られて割高になってしまうためメリットが一切ありません。対して都営大江戸線と千代田線は一切正規の乗り換え駅がなく、非常に有効な乗り換えルートになります。都営大江戸線と千代田線についてですが、千代田線の乃木坂駅付近と湯島駅付近で交差しています。しかしそれらの駅の付近に都営大江戸線の駅が隣接しておらず、正式な乗り換え駅がない状態です。そういった路線状況もあって、都営大江戸線の六本木駅と千代田線の乃木坂駅の乗り換えは、非常に有効な乗り換えルートとして活躍します。ただしこの乗り換えルートの難点が一つあり、都営大江戸線六本木駅のホームは日本で一番深い位置にあることです。新橋駅と汐留駅の乗り換えのところでも触れましたが、都営大江戸線は歴史の浅い比較的最近できた路線です。路線建設にあたっては既存の路線や建物の構造物を避けながら建設する必要があり、路線全体が他の路線と比べて低い場所を走っています。その中でも六本木駅はかなり地中深い場所に作られていて、さらに内回りホームと外回りホームで階層が異なる多層構造の駅となってしまった関係もあり、一番下にある内回りのホームについては、日本の地下鉄の中では一番深い地下 42.3 メートルに位置します。エレベーターやエスカレーターが設置されているとはいえ、ホームから地上に出るのにかなりの時間を必要とするのです。都営大江戸線と千代田線を六本木駅と乃木坂駅で乗り換える際は、その点だけ特別な注意が必要です。
赤羽岩淵駅と赤羽駅。赤羽岩淵駅は東京メトロ南北線と埼玉高速鉄道線の駅で、赤羽駅は JR 京浜東北線、宇都宮線、高崎線、埼京線と、上野東京ライン、湘南新宿ラインが乗り入れる駅です。赤羽岩淵駅は東京メトロ南北線と埼玉高速鉄道線の境界駅になっていて、この駅を境にして両線が相互直通運転を実施しています。この2つの駅は700メートルほど離れていて、徒歩だと10分程度かかります。赤羽岩淵駅から赤羽駅へのルートは非常に簡単で、まずは赤羽岩淵駅の一番出口を出ます。地上に出ると国道122号線と東本通りが交わる交差点があり、東本通りに沿って南下します。しばらくするとビジネスホテルである東横イン赤羽駅東口が見えてきます。東横インを過ぎるとスクランブル交差点があるので、その交差点を右折すると JR 赤羽駅が見えてきます。赤羽駅の手前にバスターミナルが見えるため、バスターミナルを目印にすると非常にわかりやすいです。ところで東京メトロ南北線についてですが、JR 京浜東北線の王子駅と接続しているほか、JR 山手線の駒込駅と目黒駅でも接続しております。なので山手線や京浜東北線の沿線に用事がある場合は、それらの駅で乗り換えた方が便利な場合があるため、南北線、埼玉高速鉄道線と京浜東北線と埼京線の乗り換えにおいて、必ずしも有効というわけではありません。しかし上野東京ライン、湘南新宿ライン、およびそれらが関係する宇都宮線、高崎線、東海道線、横須賀線などの沿線や、埼京線、川越線、臨海線の沿線に用事がある場合は、目黒駅や駒込駅、王子駅などで乗り換えてしまうと、二度手間になってしまうことが多いです。また埼玉高速鉄道線はぼったくり運賃であるため、費用を少しでも抑えるために南北線をわざと経由せず、埼玉高速鉄道線から直接 JR に乗り換えたい場合もあるでしょう。そういった場合におすすめなのが赤羽岩淵駅と赤羽駅の乗り換えなのです。そのため南北線や埼玉高速鉄道線から湘南新宿ラインや上野東京ライン、埼京線に乗り換える場合は赤羽岩淵駅と赤羽駅との乗り換えが非常に有効になってきます。なお相鉄線については赤羽岩淵駅からも赤羽駅からも直通列車が出ております。しかし赤羽駅から JR 埼京線羽沢横浜国大経由で直通する列車は朝の時間帯にのみ1日6本のみの運転。赤羽岩淵駅から南北線、東急目黒線に直通し、東急新横浜線新横浜経由で直通する電車についても朝と夕方に平日は18本程度、土休日は15本しかございません。赤羽駅や赤羽岩淵駅から相鉄線方面へ向かう場合、JR 赤羽駅から上野東京ラインか湘南新宿ラインに乗って、横浜駅か武蔵小杉駅で乗り継ぐのが賢明でしょう。いかがだったでしょうか？今回は東京都区内の非公式だけど便利な乗り換え駅について、さらに8種類追加で紹介してまとめてみました。今回の動画で取り上げた乗り換え駅はこれから述べる8種類であり、有楽町駅と銀座駅、蒲田駅と京急蒲田駅、雑司ヶ谷駅と目白駅、大山駅と板橋区役所前駅、新橋駅と汐留駅、門前仲町駅と越中島駅、六本木駅と乃木坂駅、赤羽岩淵駅と赤羽駅となります。この動画が良かったと思った方は、ぜひ評価ボタン、コメントをお願いします。またコツアズ鉄道チャンネルでは、鉄道など交通に関する様々な疑問や気になる事柄などを動画にして解説形式でまとめています。チャンネル登録をしていただくと最新の動画がいち早くご覧できますので、ぜひよろしくお願いします。それでは、ご視聴ありがとうございました。